真田昌幸の生涯。どうする家康に学ぶ日本史。家康キラーと言われた幸村の父。真田昌幸は真田幸村の父親で、徳川家康を始終苦しめ、家康キラーと恐れられた武将である。真田昌幸の生涯を詳しく見ていこう。昌幸は武田24将の一人であった真田幸孝の三男として、1547年天文16年に甲斐のつつじヶ崎で生まれている。そしてわずか7歳で昌幸は武田信玄の小将として仕え、将来の幹部候補である6人の奥近習衆に選ばれている。兄2人が戦死したため、真田家を継いだ昌幸は心から信玄を尊敬し、信玄も我が両眼のごとしと昌幸の才能を見抜いて重用した。昌幸は信玄のそばにあって、軍略や外交手腕を間近に見ながら学んだ皇帝であった。武田信玄には信繁という信玄の影武者も務めた優秀な弟がいた。信玄が無類の強さを発揮できた秘密は、弟の信繁が常に支え続けたところにあった。そのために昌幸は長男の信行に弟が生まれると信繁と名付け、武田兄弟にあやかっている。後にこの真田兄弟は、兄の信行が信濃上田10万石を築き、弟の信繁は真田幸村として大阪の陣で大活躍する武将に育つのである。昌幸は天目山で武田勝頼が討たれると、主君を織田信長に変え、信長が倒れると羽柴秀吉、ついで家康に就くなど、生涯に主人を7度も変えたと言われる強者であった。そして昌幸は1585年天正13年になると、付き従った家康と武田氏の医療をめぐって争った。家康との交渉で北条氏は真田氏の持つ沼田城の明け渡しを要求する。ところが昌幸は沼田城は徳川氏から与えられた領地ではないことを理由に拒否する。さらに昌幸が越後の上杉景勝と通じたために、昌幸と家康は戦闘状態となった。家康は真田征伐を家臣たちに命じて、8000の精鋭を上田城を目指して出立させる。これに対して上田城で迎え撃つ昌幸は2000の軍勢で守りを固めた。昌幸は上田城に自らが入るとともに、四条の砥石城には嫡男信行を古城させている。8月の上田城付近の国分寺の戦いでは、真田方が徳川軍の猛攻をしのぎ、退けることに成功している。昌幸は上田城に数々の細工をした上で、城下に武装した農民を潜伏させて、城門を開けて徳川勢を待ち受けた。そうとは知らずに大手門になだれ込んだ徳川兵は、落ちてくる丸太や鉄砲玉の餌食となった。さらに昌幸は町下に火を放つと、武装して潜伏させていた農民を一斉に徳川軍に襲いかからせている。
そのために徳川勢はこの戦いだけで1300人余りも死者を出して敗退している。家康は20日間にわたって退陣を続けたが、上杉の援軍が押し寄せてくるとの情報を得たために、やむなく上田城から撤退している。小牧・長久手の戦いでは、秀吉を撃退した徳川家康であったが、その家康を退散させた真田幸政の名声は一挙に高まった。そして家康は正行には2度目の上田城攻めでも生涯忘れることのできない煮え湯を飲まされるのである。1600年慶長5年、関ヶ原の合戦が迫ると、正行は信行と幸村にどちらにつくか相談する。本田忠勝の娘を妻としている信行は東軍に、大谷義継の娘をめとっている幸村と正行は西軍に組みすることを決定する。どちらが勝っても真田家は存続するという正行の考えからである。家康と徳川秀忠は関ヶ原の合戦の時にも正行と幸村の親子には手痛い仕打ちにあっている。35000の徳川本隊を率いた秀忠が2度目の上田城攻めでも足止めされ、関ヶ原の合戦には間に合わなかったのである。合戦の後、家康は真田昌幸を処刑しようとしたが、長男の信行が自らの恩賞に変えて命乞いをした。そのために正行は幸村と共に高野山に近い紀伊九度山へ入るとなった。真田昌幸は1611年慶長16年次号を幸村に託して九度山で病没する。享年65であった。3年後の大阪冬の陣を前に家康は真田氏が豊臣秀頼の要請を受けて大阪城に入城したとの報告を耳にする。すると急に顔色を変えて慌てた家康は、父親と息子のどちらだと家臣に震えながら聞き返したという。家臣が真田昌幸の子息幸村だと答えると、家康はやっと安心したという。家康キラーと言われた真田昌幸は死んでも家康を奮い上がらせたのである。また幸村の名前を聞いて安心した家康は、後に大阪の陣では幸村にも何度も窮地に追い込まれて、自分の考えが間違いだったことを思い知らされるのである。武田信玄を師匠と仰いだ真田昌幸だが、徳川家康が信玄を尊敬したのは案外正行のせいだったのかもしれない。